こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回は、古の技術をご紹介します。今日使っていくのはこちら。まず一つ目はブラシクリーナーです。そしてこちらはクラフトのパンチングです。紙に穴を開けるハサミのようなものです。今日はハートを使いますが、いろんな形があります。そしてアルミを用意します。アルミはこちらちょっとねポイントがありまして、アルミがぐしゃぐしゃっとしてしまうと作ったモチーフもぐしゃぐしゃっとしちゃうんですね。なのでシワが入らないように定規を使って丁寧に切っていきます。小さめのサイズに切っておくと無駄がなく使えます。アルミは切り終わったらクリアファイルなどに挟んでおくとシワがつかずにきれいに保管できます。そしてこちらもかなり重要な点です。ブラシクリーナー用のブラシを1個準備します。ブラシクリーナーに筆をつけるとかなりバサバサします。なので綺麗な筆とかおろしたての筆を使ってしまうのはとってももったいないので、スカルプチャーに使い古していらなくなった筆や、もしくは安い筆を使っていきます。ラッペンディッシュに入れたブラシクリーナーをしっかりと筆に含ませたらパウダーを取ります。ミクスチャーをアルミの上に置くときもワンポイント。よく見てください。筆をアルミ側に向けて引き抜くように置きます。そうすると筆に近い方が柔らかくて、筆から遠い方が硬いので、柔らかい部分が下、硬い部分が上に来るので、もう一度筆にブラシクリーナーをつけて表面を平らにしていくとちょうどいい硬さになります。置くときにくるっと向きをね変えてもらうのもワンポイントです。そしたら平らに伸ばしていきます。筆の力を均等にかけてもらって均一の厚みになるように広げていきます。厚みはかなり大事です。均一に広がっていないとパーツとして使うときに厚みが変わってしまうのと、このくり抜く前の段階でも一度横からチェックします。パンチングのこの隙間に入る厚みに作っておきます。こちらのタイプの方が厚くても入りますね。そしてここがアクリルリキッドで取ったミクスチャーとブラシクリーナーで作ったミクスチャーの最大な違いです。アクリルリキッドで取ったミクスチャーは5分程度で完全硬化するのと、硬化するまでは表面ベタベタして触れません。しかしブラシクリーナーで取ったミクスチャーの場合は表面の硬化のみが素晴らしく早いです。そして中までの硬化が非常にゆっくりなので、もう剥がすことができます。でも表面は固まっています。なのでこういう風にパンチングなどで簡単にくり抜くことができます。今回はくり抜いた内側のハートしか使いませんでしたが、まん丸く作ってもらって真ん中に1個ハートを開けたりとか、周りを使うこともできるので、いろんなデザインが作れますね。はい、こんな感じでホログラムよりは厚みがあるけど 3D よりは薄めなパーツが簡単に作れちゃいます。実際に使用するときもクリアジェルを塗って置いてもらうだけで簡単に作れます。今回はこんな感じでサンプルに使ってみました。ちなみにこちらひらがなはモールドを使用してます。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。またちょっと古の技術思い出したらアップしますね。またね。